今日は棒手裏剣と棒、こちらを組み合わせて遊んでみようと思います。以前なんですけれども、刀と棒手裏剣を組み合わせて遊んだことがあります。その時はとても大きな勉強になりました。片手で物を持つだけで体の動きがまるで変わってしまう、そういったことがよく分かりました。今日は刀よりももう少し長い棒、これは六尺棒です。六尺、だいたい180センチありますけれども、この棒と棒手裏剣を組み合わせて遊んでみようと思います。実際に棒手裏剣と棒を組み合わせるようなことがあったかどうかは分かりません。ですが、実際にある演武の中で刀だけでなくて槍、ちょうど今奥にありますけれども、槍と棒手裏剣を組み合わせた演武というものを行う流派もあります。つまり刀とはまた違うこの長さ、間合いとかもそうですけれどもね、また違うものを持つことでまた少し発見があるんじゃないかなと思っています。この棒は六尺棒、180センチの棒ですけれども、ちょっとね、ここが天井が低いんです。奥に行くと余計天井が低くなってるんですね。そちらだと天井広いんですけれども、このスペースだけかなり天井が低くなってます。ですのでちょっと上げると当たってしまうので、今日はだいぶ腰を落としてやっていかないとこれダメそうですね。今日はだいぶ腰を落として練習していきます。私の見た演武の中でですけれども、その時は槍で中段に構えて、だいぶ低くならないといけないですね。中段に構えて手裏剣を打っていました。つまりこういう状態から、もしくはこっち、こういったものがありました。棒と手裏剣を組み合わせるんですけれども、これはどこかの流派の型とかそういったものでは一切ありません。今日の内容はほとんどエクササイズみたいなものです。棒術とかをやっている方はなんとなくイメージがつくと思うんですけれども、こういった長いものが手元にある。そうするとなんとなく頭の体操ではないんですけれども、この長いものが邪魔をしないようにどう体を動かせばいいのかなとか、どうやったらこの棒を持ちながら棒手裏剣が使えるかな、そんなことを考えながらちょっと遊んでいこうと思います。流派の型ではありません。もうほとんど頭の体操です。頭の体操と表現しましたけれども、やはりこの長い棒、この棒を手にして手裏剣を打とうとしたときに、体とこの棒がどう交わったらいいのか、どう手を動かしたらいいんだろうかと、そういったものが非常に混乱する瞬間があります。ですので非常にいい勉強にはなります。ただしやはり難しいですね。体の動かし方、右足が前か左足が前かっていうのはこの間からよく話をしていることですけれども、
刀以上に体の動きが制限されてきてしまう。長いのでね、片手でこうひょいと持つ、これは今持てますけれども、もう少し太い棒、あとはもう少し重いものなどを持つと片手でどこまで扱えるか。そうすると体とこの棒をつけて持たなければいけなくなってしまう。そうなった時に今度は体の動きが制限されてくる。そうするとできる動きの中で力を乗せなければいけない。今思いつくままに棒手裏剣を打ってみて面白いなと感じたことがあります。それはこの棒の持ち替え、それから体の入れ替え。棒の場合、手を離して持ち替えたり体の左右を入れ替えたりして扱うことが多いです。この動きの中のどこで棒手裏剣を扱えるかなと、こういったことを考えながら動くと非常に面白いです。本当に頭の体操ですね。これはもちろん右だけでなくて、今度はここに左手も入ってきます。左手の場合だったらどこで打てるかなと。こういったことを考えると非常に楽しいです。自由度が高くなるので余計に迷う瞬間とかそういったものもあります。非常に面白いですね、これは。この棒を立てる動きなんですけれども、これは自分の流派にもこういった動きがあって意味があってやっていたことなんですけれど、それとはまた違う意味合いとして正中線のイメージが非常に取りやすくなります。自分の正中線だったり目標の正中線、そういったものが非常に取りやすいなとやってみて感じました。刀を立てて打つ時もあったんですけれど、それ以上に安心感もありますし、自分と目標との間に一つこういったものが入ることで非常にこの正中線、こういったものをイメージしやすくなります。つまり今ちょっとずらしてみましたけれども、縦にちょっとずらしてみました。ちょっと見えにくいんですけれども、一本のラインで並んでいるのが分かりますでしょうか。ここがちょうど先ほどの正中線のところでした。こういった形で非常に正中線のイメージ、まっすぐに打つ、手をまっすぐに下ろすというイメージがつきやすくなりました。というわけで今日は棒手裏剣と棒、この2つを組み合わせて遊んでみました。正直を言うと始める前は棒手裏剣と棒を組み合わせて何か意味があるんだろうかとか、果たしてこんなものが成立するのかなと非常に不安でした。
ですがやってみたらとても面白かったです。自分の体、それから長い棒、その2つがあって、手裏剣を打つためには手を動かさなければいけない、間に棒がある、どう体を動かせばいいんだろうと、どうすれば効率よく体って動くのかなと、そんなことを考えるいいきっかけになりました。もちろん最初にお断りした通り、こういったことをやっている流派があるかどうかは分かりませんし、この練習が正しいかどうかはちょっと分かりません。ですが、自分でやってみて意味のある練習だなと感じましたし、割と今日得たことであったりとか感じたことっていうのが自分の中で大きいんじゃないかなというふうに思っています。こんな形でもし見ている方でこれと棒手裏剣を合わせてみてほしいなんてものがありましたら、ぜひ気軽にコメント欄に書き込んでみてください。できうる限りの対応をさせていただきます。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。